はい、全国の風民の皆様、そして世界の風タリアンの皆様、こんにちは。みえちゃんです。Hello, Kazitarians in Malaysia. It was so hot and a nice concert in Kuala Lumpur. Many thanks for you guys in Malaysia for giving him so much love during his staying there. I wish I could go to Malaysia because it's such a beautiful country. はい、というわけで思いっきりミーチャングリッシュでマレーシアのファンの皆様にも一言ご挨拶させていただきました。マレー語はわからないのでイングリッシュですみません。今回のコンサートも良かったですね。はい、早速ね、優しい方々がね、動画をシェアしてくださってね、もう見放題ですよね。今回はね、赤いつなぎみたいなのが黄色になってましたね。はい。ねえ、黄色も素敵でしたね。なんか神々しくね、輝いてましたね。はい。でね、黄色はね、インドなんかでは極楽浄土の色らしいんですね。で、欧米ではね、ラッキー色なんですね。グッドラックの色なんです。だからね、ちょっとね、この間のインスタなんかで皆さん心配してたところにね、この幸運の色を見たのでね、本当に嬉しくなっちゃいました。時々でもね、へでもねえよの時ね、真っ赤になったりね、ライトでね、あれもいい感じでしたけどね。それで優しさもね、今回は際立ってね、本当に美しい声で歌ってくれましたよね。黄色の神々しい色をまとってね、なんかあれですね、ピアノ弾きながらもうええわのとこだったかしらね、なんかこうもろ肌脱げちゃって片方の肩はだけちゃってね遠山の金さん違うかちょっとなんかこうね、かっこよかったですよねでね、今回もね、ライブでも風さんね、英語のメッセージたくさんありましたよね。それもね、なんかこうじゃないかなって聞いたのをね、ちょっとシェアしたいなと思って、ライブだからね、ちょっと音がかすれて聞こえちゃってね、分かりにくいんですよね。だから間違ってたらごめんなさいね。はい。で、なんだっけ、キリがないの時だったかな。Can you stand up if you can って言ってましたね。もしよかったら立ってくれるみたいに。で、グレイスの時だったかな。シンガポールと同じね、You are the grace と何回も言ってましたね。はい。その後のね、グレイスダンスいいですね。あれもうほんと力強くてね、しかもね、優雅でね、ほんとなんか神様みたいなそんな神格化しちゃいけないんだけどねえ、なんか神々しいものが地上に降りてきた感じでね、それで青春病が始まってね、でセルフィーする風さんに合わせてファンがね歌ったりキャーって言ったりねそしてね、言ったのがね、Say goodbye to all your unness って言ってたね。unnecessary の略だからな、これ。unhealthy ego, cry and attachments と言うんですね。不必要なこと。それから、unhealthy ego、不健康な自我。cry はこれ泣き言のことかな。ね、アタッチメント、執着心、すべてに別れを告げましょうと。って言いますね。で、この後ね、マレー語で何か言ってね、それで、Please be feeling good ね、気分良くなってとか言ったのかな。それで、ここマレーシアでとても自分は気分がいい
いいなんてそんなこと言ったような感じがしましたけど、でね、その時言ったのが Everything starts from your mind。 すべてはあなたの考えから考えから始まる。 Your heart、 あなたの心。 What you are feeling、 あなたが感じること。 What you believe、 あなたが信じること。 You're feeling and、you're feeling good change the world と言ってましたね。あなたのね、考えやあなたの心やあなたが感じること、それであなたが信じることで全てが始まりますよ。であなたが気分がいいことがね、世界を変えていくね。そして「I'm feeling good」、僕はとっても気分がいいですって言ってましたね。それで「Feeling Good」を歌ってね、歌う前例の「Shake your big ass」って言ってましたね。ビッグアスっていうのはアスっていうのはお尻ですね。はい。風さんも結構言いますね。それからね、花ですね。花のところでね、This song was born in Malaysia と言ってましたね。この曲はマレーシアで生まれました。マレーシア上空だけ、飛行機の中でかな。そして Where is your flower？ あなたの花はどこにあるの？ね、Here inside、 この中だよねって。そしてガーデンでまたお花の皆さんに顎の下にね、こう手をねこうやってお花の格好させてね、言ってましたね。I see flowers everywhere、もういっぱい花が見えるよ。ねえ、We look like garden、って言っててね、私たちは、もう庭みたいだねって、それでね、それから旅路でもね結構長くメッセージ言ってましたね。This life isn't easy all the time。 この人生はねいつも楽なわけじゃないと。 But yeah, but そうね、I think you've been really great。 あなたたちは本当に素晴らしいと思うよ。 You've been doing really great。 本当にあなたたちよくやってきたよ。 We all in this together, right? All in this together だ。ここにみんな一緒だよね、みんな同じだよねってことだよね。みんな同じ、境遇だよねって。So why don't you keep it up for yourself？ これ keep it up っていうのはスラングで頑張ってねってことですね。軽い感じで、just keep it up とかね言いますね。だからその調子で頑張ってねってことですね。そしてね、満ちていくの時にね、そこでも結構英語言ってましたね。We love you って誰か言ったんですよね。そしたら I love you more、 こっちの方が愛してるよってね返してましたね。で you don't have to seek love outside。 外側にね、あなたは外側に愛を探す必要はありません。 Because you've got plenty of love inside、なぜなら内側にあなたはたくさん愛があるから、愛を持ってるから、もうすでにね。 We all can say like、 こういうふうに言えるんじゃないの、We are love itself。 私たちは愛そのもの。 You are love itself。 あなたも愛そのもの。そして Your love overflowing、 ね、愛があふれてると、私たちは愛そのもの。あなたたちは愛そのもの。あふれる愛ですって言ってましたね。全部愛でつながってるんですね。もうなんていうのかな、もうグレイスのとこだったかな、いつか神様漬けって言いましたけど、その愛がね、神様の愛がひたひたとみんな満ち満ちてるんですね。もう愛でつながってるんですね。だからもうまさにこの曲はね、ワンネスの歌そのものなんですよ。
ね、このライブの時もねスマホのライトでねみんな一体になってて、はい。そしてねコンサートの終わりにねちょっと悲しそうな顔しましたね。うん、なんとも言えない顔してたね。どう思いましたあれ？なんかねニコニコじゃなくてねちょっと悲しそうな顔して「Be happy, promise me, see you again」って言ってましたね。幸せでいてね、約束してね、また会おうねって。うん、なんかあそこ見たらちょっと涙が出そうになっちゃった。うん、なんかね最後ねちょっと寂しそうなマレーシアの人たちの愛をいっぱい感じたのかな。少しこうなんていうのかな、ハートが温かくなって、うん、ちょっとあれになったのかな。いや昔私これでちょっと昔思い出したんですけどね、よくちっちゃな子がねあの頃だから遠くからおじさんなんかが夜行列車かなんかで遊びに来てね、で数日間滞在するとねちっちゃな子は懐いちゃうんですよね。うん、でねおじさんがね帰る時にもう泣いちゃいますよね。うん、懐いちゃったからね。本当つかの間のね交流なんだけど、そこにはもう本当にね一生に何度も経験できないようなね愛がある時にね、うん、こうちょっとこうしんみりきますよね。そんな感じだったのかな。うん、ね短い間だけどマレーシアの人たちの愛に触れて、うん、インスタでもなんか子供となんか可愛い子供がちょっと写ってたっけ、うん、マレーシアの。そしてねまあ本当にね風さんって愛しかないんだよね。うん、あれ見て感じたけども、そんなわけでねクアラルンプールのコンサートもね良い感じで終わりましたね。うん、なんだか英語の授業みたいになっちゃったかな。すいません。それでついでにね、まあ英語ついでに言いますけど、日本人の方最近高齢者の方なんかもよく英語の勉強すること増えてますよね。うん。でそれとってもいいことなんだけどね、時々ねなんかちょっと考えすぎかなって、なんか発音気にしたりね、なんていうの、完璧に話そうと思ってかえって話せないっていうことあるみたいですよね。うん、もうそんな気にしなくて全然OK なんだよね。あの国によってね例えば発音なんか国によって全然違いますからね、同じ英語でもね。うん、例えばねイギリスに統治されてたインドね、インドの人とっても綺麗な英語を話すんですよね。立派な英語って言った方がいいのかしら。うん、なんかすごくね格調高いというかね、うん、だけど発音はねめちゃくちゃインドなんですよ。はい。でだからね例えばイタリア人なんかイタリア風の発音訛りあるしね、メキシコのなんかの人はスペイン語訛りあるしね、それでいいと思うんですよね。うん、なんかねちょっと日本の人は、うん、まあ何でも優しさがねちょっとあだになって発音気にしすぎかなって、うん、なんかネイティブに近づけなきゃいけないっていう強迫観念みたいのがねないですかね。風さんはね明らかに英語の曲をね数多くね若い頃から聞いてたからね、自然にこうなんていうの音楽からね入っちゃったんですね。うん、なんていうの、そういうふうにね自然にマスターっていうかねそんなふうに楽しくね学べばいいと思います。実はね私もそれだったんですね。昔のねビートルズとかねロックとかポップスだからちょっと品の悪い英語だけどビートルズなんてリバプールなまりだしね。はい。で梶さんが言ったようにねもう恥ずかしさなんか捨てなきゃダメですね。恥ずかしさも自我だからね、自分がよく思われたいっていうね、うん、そういう自分を捨てちゃう、もう捨てちゃう、うん、もう
英語だけじゃなくていろんな場面でね自分を捨てるっていうのはすごく大事だと思うんですね。そうすればねもう全部うまくいくんですよ。もうね英会話の自然に浮かんだ単語を並べるだけでもいいでしょ。もしこれからねアメリカとか英語圏行って暮らさなきゃならない人は別ですよ。そしたらもう生活に関わるからね一生懸命風さんみたいに勉強しないとね。だけど日本にいる人はね例えばこの頃観光客増えましたでしょ。で道で何か聞かれたらねその人日本語できなきゃこっちだって普段英語を喋ってるわけじゃないんですからね。お互い様なんですよ。だからとっさにできなくて当たり前なんですね。で日本人みんな6年も勉強してるんだからねとっさにはね覚えてる単語をね並べりゃいいんですよ。もう恥でも何でもないです、そんなのね。なんか笑い話あるんですけど昔の話なんだけど、日本に長く住んでた友達がいてねいつか言ってたんだけどね俺日本語でちゃんと聞いたのにね相手がなんか慌てちゃって外国人だからってねなんか英語で無理になんかどもりながら返事してたって言ってたんですけどここは日本ですからねそれをいつも忘れないでもう卑屈になることはないのでね。まあ本当優しいからなるべくあっちの言葉でって思っちゃうんだろうね。まあこういうことは私見てきたことなんですけど、だからね外国人見たらまず日本語で対応して大丈夫ですから、その上でもし相手がね本当にできなかったらこっちもねたどたどしい英語でいいから対応してそういう自然さが面白いんですよね。こうぶっつけ本番みたいなもう何事もだから完璧求めないでね、それが本当楽に生きるコツですよね。なんかまた話がそれちゃったすいません。それでこの間の NHK の再放送でねちょっと気になったことがあったのでね最後にそれをちらっと言いたいと思うんですけど、皆さんがどう思うかねちょっとお聞きしたいと思って。基本的な感想はね前回お話ししたのと変わらないんですけどただあれほどね自分を追い込んでたね理由が分かりましたね。自分で言ってましたよね。自分で期間を設けて自分で具体的な目標を決めないとできないと思ったと。だからひたすら頑張りたいって。だから自分でもう望んでそういうふうにわざと自分を追い込んでるわけですね。だからもう安心しました、その点ではね。ただねこういうこと言ってたんでしょ。日産ライブでねもうとことん出し切ってで日本への愛をもう十分に伝えられた気はするからこれからは運命の風に乗っていきたいって言ったんですね。まあいろんな意味取れますけど私なんか今後はねもしかしたら活動の拠点を海外に置きたいって言ってるような気がしたんですよ。皆さんどう思いますかね。まあ一ファンとしてはねいつまでもね、同じ日本の空気吸ってほしいって同じ空の下にいてほしいってエゴとしてはそう思いますよね。だけど風さんがねそう望むならどこでも行って活躍してほしいってね、愛では思いますね。まあねどうせ言ったように神様付けだからねどこにいようと一緒なので大丈夫ですけど、そんなわけでねこの辺りどうでしょうかね。皆さんねコメントにでもねご意見寄せていただけたら嬉しいです。次はタイ公演ですね、いよいよね。なんかこの子かわいいね。ほら子供と交流してね少し休めたのかなね。少しリラックスできたらいいですよね。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとねマレーシアっぽくしたんだけどあるもの全部出して、じゃあまたねこの次までまたお会いできるの楽しみにしてます。
どうもありがとうございました。さよなら。